どうもこんにちは。今回はスーファミの修理をします。3代目になりますが、これが最後の初期型です。こんがり焼けてますね。これは症状が分かりませんが、何かが壊れているようです。映像系の故障が2台続きましたが、音声の回路も見ておきたいので、そのあたり壊れてくれていたらいいんですが、どうでしょうか。現在の状況をまとめましょう。1台目は PPU1 と PPU2、VRAM そして CPU が取り外されています。CPU は故障していますが、それ以外のチップは交換部品に使えます。2台目は正常に動くようになりました。3台目が CPU 以外の故障なら2台動かせるようになりますが、さてどうでしょうか。それでは始めましょう。いつものドンキーコングで動作確認です。同期ずれしていますね。いつものコンデンサの劣化でしょうか。白いドットがいくつか見えますね。何でしょうこれは。スプライトは問題なく表示されています。これは軽傷でしょうか。あれれ、ゴリラが出てきませんね。BGM は問題ないので、プログラムは動いています。不思議なバグです。他のカセットはどうでしょうか。マリオカートです。このカセットは特殊演算チップ DSP1 をカートリッジ内に搭載し、 PPU による背景の拡大縮小、回転機能を極めてハードに酷使するソフトです。白いドットがいくつか見えますが、ほぼブラックアウトしています。ここから進みません。もう一つ拡張端子を使ったカセットも動かしてみましょう。スターフォックスです。カセット内部に 3D ポリゴン描画用の専用プロセッサースーパー FX チップを搭載しています。同期ずれはしていますが、これは動くんですね。なんとも不思議な壊れ方をしています。さてと、ささっと分解します。電源を確認します。AC アダプタから 10V が来ています。5V の電圧は出ていますね。問題ありません。AV 端子のコンポジット信号を確認しましょう。ケバケバになってますね。おなじみになりましたが、映像回路のカップリングコンデンサが劣化しているのでしょうね。次に RGB エンコーダから出力されるコンポジット信号を調べます。ここですね。問題なさそうですね。まずコンデンサが劣化して同期ずれしています。ゴリラだけ表示されないのはなぜでしょうか。基板前面の問題のようですので、バーンインテストで調べてみましょう。
CPU のテストから先に進みません。 CPU の機能の一部が壊れていてテストがフリーズしているのでしょう。もし PPU に問題がある場合、一様に映像出力が乱れるはずです。カセットによって表示できたりできなかったり、ゴリラだけが表示しなかったりといった症状から、やはり PPU よりも上層の CPU が怪しいですよね。ハンダクラックの可能性もあるので CPU をハンダ付けし直してみましょう。私は豆なので全ての足を毎回チェックしてますが、電源周りの足がショートすると一発で CPU を壊します。めんどくさがりの方でもそこだけでもチェックしましょう。動作テストです。ゴリラ、今だです。これは CPU 内部の故障でしょうかね。また直したばかりの2号機から CPU をいただきます。悲しいけど、これがジャンク修理なのよね。3号機の CPU を今外した2号機の正常な CPU に置き換えます。3号機の CPU を取り外します。正常な CPU を取り付けます。もうこの100ピンのチップも何個付け直したでしょうか。慣れたものです。確認します。ゴリラが出ました。バーンインテストです。
カラカラ言ってるのはエアコンの音です。掃除しなきゃ。CPU のテストをパスしましたね。ということで CPU 内部の故障でした。 S ビデオ端子の出力です。こちらも同期ずれしています。コンデンサ4個交換ですね。こちらもおなじみの作業になりました。ささっと取り替えましょう。最終チェックです。同期ずれ直りましたね。画面も明るくなりました。ゴリラ OK。 グッドボタンよろしくお願いします。こちらも確認しましょう。問題ありませんね。CPU の故障が2台続きました。部品取りの基板が増えるばかりで残念ですね。やはり初期型は CPU が故障しやすいんでしょうか。音声モジュールが初期型にしかついていないので、できれば音声回路の調査もしたかったのですが、そこもちょっと残念でしたね。次は中期型基板の修理になります。どんな故障が出てくるのか楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。またね。